ご視聴ありがとうございます。今回は突然の引退が決まったあの車両のご紹介です。車両が消えるだけではない路線の変化と、わずか4駅の視線に込められた濃すぎる歴史と大きな役割を全部まとめてお届けします。この光景の違和感にあなたは気づくでしょうか？ここは東京メトロ丸ノ内線の新宿駅です。階段などが集まったホームの両端が混雑し、特にこちら側は2両分余りにわたってホームの中央に何もない得意な空間が広がっています。新型の2000系もだいぶ増えてきた丸ノ内線は、池袋と荻窪を結ぶ本線と、途中の中野坂上から分岐して方南町までを結ぶ、通称方南町支線で構成されています。今回向かうのが、その方南町支線です。かつては日中の一部列車が新宿止まりだった丸ノ内線ですが、現在では日中の新宿止まりはなくなり、すべての列車が直通します。ただし、1時間あたり13本ある列車のうち、方南町行きは2本のみ。荻窪行きに乗って、途中の中野坂上で乗り換えです。中野坂上までは、2駅4分の道のり。到着する前に、方南町支線について解説しておきましょう。方南町支線が開業したのは、1961年2月。池袋から順に建設され、新宿まで開業していた丸ノ内線が新中野まで延伸された際、中野坂上からの分岐線として開業しました。ただし最初に開業したのは、2駅目の中野富士見町まで。終点の方南町まで開業したのは、62年3月のことでした。なお、新宿荻窪間は当初荻窪線という名称で、1972年に丸ノ内線に編入されています。荻窪線は62年1月には荻窪まで開通していたので、中野富士見町方南町間は、現在の丸ノ内線の中で最後に開業した区間ということになります。この短い支線が建設された理由の一つが、途中の中野富士見町の近くに設けられた車両基地にあります。これは中野車両基地という名称で、方南町支線が中野富士見町まで開業した際に設けられたものです。丸ノ内線の車両基地には、路線の反対側にある茗ヶ谷駅が最寄りの小石川車両基地がありましたが、路線が延伸される中で収容能力が足りなくなることから、新たに計画されました。また、途中の赤坂見附で線路がつながっている銀座線についても、上野と渋谷の車庫だけでは収容能力が足りなくなることが予想されたため、工場を中野に統合して場所を浮かせ、留置線を増やして対処することになったのです。このような事情のため、銀座線の車両が丸ノ内線内を走行する光景が頻繁に見られるほか、かつては銀座線と丸ノ内線の両方を走る臨時列車が運転されたこともありました。まもなく中野坂上に到着です。駅の手前で線路が離れ、中央に1本線路が加わります。そのまま構内に入線。中央にあるこの線路が、方南町支線の線路です。ホームに降ります。ホーム幅が意外と狭いのは、真上の道路幅に影響を受けたためであり、計画段階では中線を2本設ける構想もあったようですが、場所が確保できないため断念されています。そして正面の柱の裏側に停車しているのが、今回ご紹介する車両、02系80番台です。02系は、1988年に営業運転を開始した車両で、開業以来運用されていた車両を置き換えるために導入され、本線は95年3月、方南町支線は96年7月に置き換えが完了しています。一方、方南町支線では、輸送量が本線に比べて小さいことから、本線が6両編成に統一された後も、線内折り返し列車は3両編成で運用されていました。02系80番台は方南町支線内の折り返し用として製造されたもので、本線の車両とは仕様が異なっています。本線の車両にある車体上部の赤帯はなく、車体下部の色も本線の車両が赤と白だけなのに対し、80番台は赤白紺の3色で、見た目で区別できるようになっています。ただし、丸ノ内線にもホームドアが設置されたため、車体下部の色分けでの区別はあまり意味がなくなり、色では車体上部の赤帯の有無だけが判断材料となってしまいました。なお、ドア上には方南町支線内の運行であることを示すステッカーがありますが、これは3つのドアのうち、真ん中にしかありません。方南町支線の列車は、日中は1時間あたり7本。平均するとおよそ8分30秒間隔ですが、実際の運転間隔は5分から12分とばらついており、少々利用しにくい感じです。
一方、荻窪方面は11本で、一部の列車が本線と支線を直通しつつ、中野坂上、荻窪間の本線の運転間隔がばらつかないようにという苦労が伺えます。乗り換え時間もまちまちですが、中線に面するホームは両方が2番線で、発車間際まで両方のドアが開いており、乗り換えが便利です。ただし中線を使うのは折り返し列車のみで、新宿方面から支線に直通する列車は端の1番線を使い、新宿方面に直通する列車は、早朝の一部を除き、反対側の3番線を使っています。終点まで3駅の路線なので、沿線の様子とともにお届けしていきます。ホーム前方のライトが点滅すると、列車は間もなく発車です。丸の内線おなじみの発車サイン音に続き、右側のドアが先に閉まります。そして今度は左側。丸の内線では全線でワンマン運転が行われており、運転士は座ったままで扉扱いできるようになっています。発車してすぐに線路は複線になり、本線との渡り線があります。中野坂上の折り返し線は1本だけですが、方南銚子線自体は全線複線です。そしてここで線路は高さを上げて左にカーブし、丸の内線の本線をまたぎます。ちなみにこの部分では線路をホームの端から真正面に捉えることができ、下り坂を降りて入線する迫力あるシーンが楽しめます。話を車内に戻します。丸の内線の本線の駅ナンバリングが大文字の M なのに対し、方南銚子線は MB となっています。当初は小文字の M だったのですが、数字が同じ駅が本線にもあり、発音が同じで区別できないため、2016年11月に今の形態になりました。支線内最初の駅が、ここ、中野新橋です。本線で運用される車両の送り込み列車を営業運転するため、中野富士見町と中野新橋は開業時から6両編成に対応しており、かなり以前からラッシュ時には直通列車もありました。ホームが3両分しかない始発の方南町では直通列車に乗れないのに、途中駅からは乗れるという奇妙な状態だったのです。そして支線内の各駅の姿は、この車両の歩んだ歴史とも関わってくるものです。そして次の駅が、中野車両基地への入出庫線が分岐する中野富士見町駅。この駅は、方南町支線の3駅の中で、乗降客数が最も少ない駅です。方南町支線は小刻みに向きを変える線形となっており、中野新橋とは逆に、構内は左に向かってカーブしています。一旦この駅で列車を降ります。ここから向かうのが、もちろんこの駅からすぐの場所にある中野車両基地です。駅舎は地上にあり、ホームから地上まではあっという間に着きます。右手に進んでいきましょう。右側を流れるのが神田川。左側には丸の内線の項目があり、線路はこの下を走っています。そしてもう少し進むと、神田川との間から入出庫線が顔を覗かせます。改修工事を受けて、かつて走っていた500型をイメージしたサインウェーブの模様がついた02系を眺めながら、もうしばらく進みます。本線から分岐した線路が200メートルほどで地上に顔を出した後、本線の東側の敷地に扇形の線路と工場の建物が並んでいます。建物の屋上にはテニスコートもあるようですね。ここでは銀座線と丸の内線の全車両の全般検査と重要部検査が行われており、両線の新車の搬入もここで行われています。正門は敷地の東側にある一方、新車の搬入は南東にある道路から行われています。交差点に面しており、ここなら切り返しも楽そうですね。正門のあたりからは建物の隙間越しに内部が見えるものの、敷地の周囲には頑丈なフェンスと物々しい看板が掲げられ、留置されている車両を眺めるのもままならない感じですが、車両を眺められるスポットは敷地の南西にあります。延々と続く、先ほどよりも頑丈な壁の先には、道路をまたぐ歩道橋が、街路樹が映り込むのが残念ですが、ここからなら車両を上から見下ろすことができます。奥の方には80番台の姿もありますが、異彩を放つのが、やはり真ん中にいる、銀座線の一線系です。車庫ならではと言うべきか、営業運転ではまず見られない行き先表示を出しています。銀座線の京橋駅には非常用の渡り線などもなく、折り返し運転は原則として行われません。一線系は銀座線とを行き来するため、丸の内線内を走行することもあります。ぜひ一度見てみたいですね。
というわけで、こちらが中野新橋駅を通過する一線系の様子です。トロンボーンの音色の警笛を鳴らし、結構な速さで通過です。回送列車は日中にも運転されており、案外簡単に遭遇することができます。赤いホームドアとオレンジの車両の組み合わせは、やはり奇妙ですね。再び列車に戻ります。左側にあるのが入出庫線で、トンネルの出口は中野坂上方面ホームからもよく見えます。方南町の手前で神田川をくぐるため、一旦線路は深く潜り込みます。およそ2分で終点の方南町に到着です。右側には、東駅始発の池袋行きが停車中。こちらは本線でも運用される6両編成の02系です。駅の手前で線路はぐぐっと右側に触れます。高い天井のトンネルがなんだか寒々しい感じですね。この駅は3駅で唯一の島式ホームで、このことが後の話にも関わってきます。車止めとの間に距離を確保している上、3両編成は仲良せで止めるため、結構手前に止まります。まだお届けできていなかった80番台の車内がこちらです。本線用の02系は床の部材が2種類あるのに対し、80番台ではコスト削減のため1種類となり、袖仕切りもパイプ式となりました。また、網棚もパイプ式となっています。車号プレートがこちら。車両番号のうち3桁目が車両の位置を示しています。80番台は全部で6編成が製造され、末尾2桁が番台と編成番号を示しています。電子モニターが一切ない、この運転台。80番台特有のものではありませんが、01系や03系が全廃された今、東京メトロでは絶滅が近い仕様です。また、02系では行き先表示器は先頭にしかなく、80番台では幕は固定となっています。02系で行き先表示と運用番号表示器が幕式なのは、この80番台のみとなりました。そしてこの方南町駅が、02系80番台と大きく関わってくるものです。長らく3両編成にしか対応していなかったこの駅、現在では白を基調とした綺麗な内装ですが、これは2019年のリニューアルによるもので、それまではこのような内装になっていました。天井は全体が高く、壁面や床面も古めかしい感じで、新しいホームドアが異彩を放っています。そして当時、2線あるホームの両方とも、車止めの後ろから発着する列車を眺めることができました。それは現在も同じですが、様子が少々異なる部分もあります。車止めのすぐ後ろから眺めると、リニューアル前は線路終端部まで天井が高かったのに対し、現在は線路の端の天井が低くなっています。実はこの駅、建設当時のホームは110メートルほどしかなく、18メートル車の6両編成が車止めと安全な距離をとって停車するには、長さが足りなかったのです。方南町支線折り返し列車が3両編成だったのはそのためです。そして東京メトロがこの状況を改善するために取った施策が、このチャンネルでも何度かご紹介してきた例のあれ、トンネルぶち抜きだったというわけです。ホームの延伸にあたり、中野坂上よりはホームの端に階段があり、すぐ先にポイントがあるためホームが延伸できず、逆側へ延伸することになりました。ただし、こちら側にも線路の突き当たりに駅事務室などがあったため、これらを移設した上で線路を伸ばすことになりました。ホームと線路が伸びるため、ホームの端にあった改札も、先に続いていた通路の奥に移したのです。これが、リニューアル工事中の改札の様子。奥の仮囲いの中では、延伸部分の線路が構築されています。なお、延伸部分の天井が低いのは、地上を通る道路のアンダーパスに干渉するのを避けるためです。改札周辺は現在の姿になっており、構内がどのように変化したのかがわかります。ただし、それだけではありません。こちら側から地上に出る通路は全部で2本。正面のトイレは、もともと車止めの先にあったものを、線路を延伸するときに移設したものです。そして向かって左側に伸びるこの通路が、駅のリニューアルの際に新しく設置されたものです。実はこの駅、リニューアルが完了するまで、構内にエレベーターやエスカレーターがありませんでした。そのため、リニューアルに合わせてバリアフリーに対応した出入り口を新設することになったのです。これは最初に通った中野新橋も同じで、ホーム端には狭い階段しかなかったため、新たにエレベーターが設けられました。動線が斜めになっているのは、地上の道路の真下に設置されているからです。
ホームや駅舎も綺麗になり、方南町、中野新橋の両駅の施設は一気に近代化されました。方南町のリニューアル工事は2019年に完了し、同年7月のダイヤ改正で、方南町から本線に乗り入れる列車が設定されました。これはラッシュ時に中野富士見町止まりになっていた列車と、それまで日中に設定されていた新宿止まりの列車を延長したものです。なお、中野富士見町の上りホームでは、平日の朝には6両編成とそれ以外で整列位置が分けられています。かつては当駅始発列車と書かれていたようで、上から隠した痕跡がありますね。終点の方南町が6両対応になったことで全線6両運転ができるようになり、運行系統としての本線との結びつきは強まってきました。そして東京メトロは、8月のダイヤ改正で、線内すべての列車を6両編成とすることを発表しました。ダイヤ改正の実施日は8月27日で、およそ1ヶ月後に迫っています。全部で6編成が製造された80番台、支線内の一部列車が6両になったことで運用が減り、すでに2編成が廃車されていますが、このダイヤ改正で完全に運用を失い、引退することが見込まれています。また、本線用の02系の中には大規模改修が施されたものもありますが、80番台にはそうした改修が行われることはなく、このまま役目を終えそうです。そして、同じ第3機場の路線で、一足先に引退した銀座線の01系は、一部の編成が熊本電鉄に譲渡されましたが、02系に関してはそういった話も聞こえません。本線の車両とは異なるところも多いこの車両、特徴的な沿線の様子と合わせて、引退前に乗っておきたいところです。ご視聴ありがとうございました。